こんにちは、赤です。先日、こちらの iPad mini 6の動画公開したんですけど、その中にも出ていた、周辺アクセサリー。今日は改めてそれを紹介したいと思うんですよね。で、iPad って結構その周辺アクセサリー多いじゃないですか。で、いろんなものを揃えると、より便利になるってそういうデバイスなんですけど、いやもう無数に販売されていて何がいいのかよくわからないと。で、実際買ってみても、一長一短あって 100% これがいいとも言い切れない部分も多いのかなと思います。そこで私が iPad mini と一緒に購入したものの中で、ここが良かった、ここがいまいちだった、そういったものを紹介します。今日ご紹介するのはこんな感じなんですけど、それぞれのところにチャプターも切っておくので気になる部分だけ見ていただいても大丈夫です。それでは行ってみましょう。はい、最初にご紹介するのはこの表面に貼ってある保護フィルムですね。メーカーはニマソというところのガラスフィルムを貼りました。ニマソって Amazon でも定番商品にはなってますけど、なんといってもコスパがいいんですよ。家電量販店とかだとだいたい3000円ぐらいするフィルムが、ニマソだと1500円ぐらいだとか、2000円以下で買えてしまうっていうところが売りです。安いからといって品質が悪いわけではなくて、よくある QH コードっていう非常に硬いガラスですし、耐油コーティングもしっかりしているので、本当に指紋がつきにくいんですよ。なので何も貼らないよりもタッチ操作が滑りが良くなって快適になるんですよね。で、このフィルムすごくいいなというところが、一番この端のところ、サイドが丸くなってるんですよ。なので指への引っかかりっていうのがほぼなくて、なおかつこの iPad mini の画面いっぱいに面積があるので、本当に最初からこういうものなんじゃないかっていうぐらいフィットしてます。で、いくつか種類あるんですけど、私が買ったのはですね、このインカメラの切り書きがないタイプなんですよ。もうカメラごと表面覆っちゃったんですよね。完全に真四角のフィルムです。なので本当にこれ一体感がすごいんですよ。こういったカメラまで覆ってしまうフィルムって非常に珍しいですよね。で、画質悪くなるんじゃないのって言われる方いらっしゃると思うんですけど、別にいいかなってインカメラほとんど使わないですしね。で、実際これインカメラ使ってみましたけど、ほとんど画質の劣化っていうのは感じられないです。すごくいいガラスフィルムだなと思うんですけど、難点挙げるとすれば、純正よりも滑りが良くなるんで、Apple Pencil で書いた時の引っかかりがなくなって滑って書きづらいっていう風になってしまうかなっていうところでしょうかね。これに関しては後から紹介するアイテムでだいぶ解消することができます。で、次も本体についてるんですけど、これですね。純正のスマートフォリオです。で、iPad mini 6のスマートフォリオっていうのは背面をマグネットでくっつけるタイプなんですよね。なのでサイドのガードが全くありません。こうやって背面にピタッとつけるだけなんですよね。なので本体をケースに収めるよりも非常にスッキリした見た目と、最低限の重量増だけで済みます。実際 iPad mini ってこの Apple Pencil、横につけることもありますし、あと Touch ID がこの電源ボタン、スリープボタンなので、サイドを覆ってしまうといろいろ不都合も多いんですよね。ただこのスマートフォリオにはちょっと不満点も多いんですよ。まず一つがこちら。開いた時に内側を表にしてスタンド化するんですよね。これ逆に表側を表にしてというか、逆に三角形を作って立てようとしても立たないんですよ。ということはですよ、地面につく部分がこの内側になる部分なので、ここにホコリとかがあるとそれを画面の中に巻き込んでしまうっていう恐れもあるじゃないですか。ガラスフィルム貼ってるんで傷はつかないんですけど、なんかちょっともやっとするなと、そういった感じは受けました。あとは縦位置でスタンドにならないっていうところでしょうかね。いかんせん構造上横位置でしか立てることができません。
使い方にもよるんでしょうけど、この縦のまま保持したいケースってあると思いませんか？そういう時は別のスタンドを使うっていう形になってしまうんですよね。せっかくマグネットで取り外しできるんだったら、これ一回外して、こういう縦の状態でもマグネットつくように磁石の配置とか考えてもらえたら最高だったのになというふうには感じてしまいました。あと細かい点なんですけど、ちょっと片手で持った時に端が手に当たると痛かったりするんですよね。このエッジの処理とかっていうのがどうなのかなと。シリコンだけじゃなくてレザーのものもあれば別だったかもしれませんね。というわけで、他のケースがちょっとパッとしないかなと思ってまだこれは使ってるんですけど、他にいいものがあれば買い替えてしまうかもしれません。で、続いてはこの本体ではなくてこちらの Apple Pencil の方を見ていきましょう。Apple Pencil 自体も周辺アクセサリーというものではあるんですけど、本当にこれがあることで iPad が手帳代わりにもなるし、すごく便利なデバイスに変わるんですよ。しかしこの Apple Pencil ですね、そのまま使おうとすると結構使いにくいっていうことに気づかされます。まずこのガラスに対して硬いペン先で書くので、コツコツと当たる感じがあるんですよね。で、先ほどもフィルムのところでお伝えしましたけど、フィルムを貼ることで滑りが良くなると、ペン先が滑ってうまく文字とか線が書けないというところもあります。で、それを解消するアイテムがこちらなんですよ。アイフェリチップ一体型シリコンカバー付きチップですね。これはですね、Apple Pencil のペン先を交換するものなんですよ。で、すでにこの今使ってる Apple Pencil には取り付けてて、ここがですね、シリコンで覆われているんで、まずはガラス面に当たるコツコツとした感触がほぼなくなります。またシリコンがあることで適度に摩擦が増えてとても書きやすくなるんですよ。で、ペン先を触った感じっていうのは少しザラザラサラサラした感じなんですよね。ちょうど鉛筆の芯を触っているような感触に近いです。ちなみにこちらのアイフェリーチップですね、低摩擦タイプと高摩擦タイプというものがあります。私は低摩擦タイプを選んでいます。で、先ほどから登場しているこの Apple Pencil のカバーですね。これも別売りで買ったものです。で、Apple Pencil 使っててやっぱり気になるなというのが、長い、細い、重い、こういったところなんですよ。長さっていうのがやっぱり新品の鉛筆並みにあるので、ちょっと長すぎるんですよね。で、ちょうどこういったペン先を持って書くと重心が後ろに来てしまうんです。で、こうやって立てて書いた時にそのままだと結構重たかったりとか、ちょっと手が滑るなっていう感じてたんで、このカバーをつけています。メーカーはエラゴというところのクラシックケースというものなんですけど、片方に窓が開いていて、もうその窓の反対側にちょっとロゴとかが入ってるんですけど、このロゴがある面がマグネットでくっつくようになります。で、軸が六角形なので、持った時に回転しなかったり非常に滑りにくいっていうので、使いやすいんですけど、またこれも難点がちょっとありまして、このシリコンの六角形の尖ってる部分が若干痛いんですよ。なので私はよく指に当たる部分はもううっすらとカッターで削ってます。そして最後はこちらですね。ユーグリーンの充電器。これですね。このコンパクトさで 100W の出力ができるんですよ。USB Type-C のポートが3つと Type-A のポートが1つ。Type-C の上2つがですね、片方だと 100W 出せて、2つ同時に使うと 65W と 30W 出せるんですよね。ここが非常にちょうどよくて、で、私が会社で使ってるノートパソコンだったり MacBook Pro だったりを 65W で給電しながら iPad mini を 30W で給電できる。それぞれ AC アダプター持ち歩く必要がないんですよね。で、大きさはですね、一辺がだいたい7センチいかないくらいなんですよ。ほぼ正方形ですね。で、重量が 225g ということで、非常に軽いです。窒化ガリウム採用してるんで、
このコンパクトさでも 100W 出せるということなんですね。というのも iPad mini やっぱりバッテリーの減りが結構激しいなって感じるんですよね。Apple Pencil を充電しながらだったりとか、本読んだり手帳としてしっかり使ってるんで、バッテリーの減りすごく気になるんですよ。最近だとデスクに座ってる時はもうずっとこれで充電しながら、で物書く時とか、持ち歩いたり本読んだりする時だけこの充電から外して手持ちで使うみたいな、そんな使い方をしてます。いかがでしたでしょうか。 iPad mini やっぱりアクセサリーが増えていきますね。でまだまだなんかこれからも増えそうな気がするなというところですし、実はですね、これはアクセサリーとはちょっと違うんですけど、こういったカバンも新しく買い替えちゃってるんですよ。これですね、サンフランシスコ発のブランドエアーというところとユナイテッドアローズビューティー&ユースというブランドの別注品なんですよね。で一見してビジネスに使えるようなブリーフケースなんですけど、これリュックサックにもなるということで 3way で使えるビジネスバッグなんですよね。でこれがノートパソコン2台だったりとか iPad2 台だったりとか、いろいろとガジェットを持ち歩くのに非常に適してます。機会があったらこれもちょっと紹介したいなと思いますね。この動画が皆さんの iPad アクセサリーの選び方に役立てば嬉しいです。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。